最近の福岡ではやっとまとまった雨が降りました。こんにちは、夏です。前回の動画でカゴとお花たちの刺繍を楽しみましたが、もっといろんなカゴを刺繍したくなったので、今回は小さなカゴと花を刺繍したいと思っています。生地も今持っているものを使って刺繍枠は18センチを選びます。カゴの色は濃い茶色にしようかなと思います。住宅街を通るときにお家の庭に木を植えていたりお花を咲かせている場所があって、つい先日は黄色い木工バラが咲いていました。もうそんな季節なのかと思うと同時に、やっぱり可愛いなと改めて思いました。なので今回の刺繍では黄色い木工バラをイメージしてカゴに組み合わせようと思います。カゴの刺繍は特に難しいことはしていなくて、簡単なステッチで行っています。糸の本数は6本取りで刺しています。推し活ができる人っていいなって思うことがあります。一つのキャラクターを大切にして少しずつグッズを集めていくあの感じ。お部屋の中に好きなものが統一されていて、見るたびにホッとできる空間。憧れるなってふと思うんです。でも私はというと、これが好きって一つに決めるのがちょっと苦手で、可愛いな、いいなって思うものはたくさんあって、ある時はジブリの世界観に惹かれたり、またある時はミッフィーの優しさに癒されたり、ムーミンのマグカップも気になるし、ポケモンも気づけば好きな子がいたりします。気づいたら心があちこちに動いていて、一つに集めるというよりもいろんな好きが並んでいる感じです。だからこれまではあえてグッズを集めないようにしてきました。きっと統一できなくて中途半端になってしまう気がして、だったら最初から持たない方がいいかなって少し距離を取っていたんです。でも最近デスク周りを新しくして
もう少し好きなものを置いてみようかなと思うようになってきました。毎日過ごす場所だからこそ、少しでも心が和らぐような空間にしたいなって思います。バラバラでもいいのかもしれない。統一されていなくても、その時の好きが並んでいるだけで、それはそれで心地いいのかもしれない。そう思いながらも、やっぱり少し考えてしまうんです。どのグッズを主役にしようかなとか、どのキャラクターだったら長く一緒にいれるのかなとか、まだ答えは出てないけれど、こうやって悩んでる時間もきっと楽しいのかもしれません。少しずつ自分にとって心地いい形を探しながら、好きなものとゆっくり向き合っていこうかなと思ったりしています。皆さんが集めているキャラクターとかがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。バラの花も6本撮りの本数で行っています。先月3月の後半にオーダー会をさせていただこうと連絡をしていたんですけれども、そのオーダー会を始める前日の夜にインスタグラムのストーリーで日時を改めてご案内しようかなと思って投稿しようとしたところ、急にインスタグラムが閉じてしまうというハプニングが起こりまして、スマホ画面のストレージを減らしてもインスタグラムのアプリを一度アンインストールしてもう一度ダウンロードしてっていうのを何度かやってみてもなかなか復旧せず、アプリを開くともう1秒2秒で閉じて何もできないっていう時間が続いて、すごい怖かった体験になるんですけど、本当に焦ってパソコンやタブレットでなんとか開けたので、その時やり取りしてた方とは連絡をしたりできたんですが、いつもインスタグラムでオーダー会をさせてもらっていたので、これはオーダー会中にやり取りができなくなってしまったらまずいなと思って、でも次の日なので時間もなくて本当にどうしようと思ってたんですが、公式 LINE を実は作っていたので、そちらでやり取りをしてみたらどうかなと思って、今回のオーダー会はそんな形で LINE でさせていただいたんですが、皆さんちゃんと登録してくださって無事にやり取りもできて、ご希望してくださった皆さんの楽器たちを今一生懸命作っているところです。葉っぱは3本取りにしていつものステッチで自由に刺していきます。濃い茶色のカゴと小さな木工バラのお花ができました。おやつタイムにしたいと思います。今日のおやつは、先日無印良品に行った際にもう一度寒天餅を買おうとしたところ、
レジの近くに消費期限がもうすぐ終わる見切り商品のコーナーがあったので覗いてみたんですが、なんとレモン味の寒天餅が100円引きになっていたので、これはと思って今回はレモン味を買ってみました。そして前回フルート奏者の方の演奏会の時にカナダからのお土産をいただいてたので、このリンゴチップスも一緒に食べたいなと思っています。さて、レモンの味の寒天餅はどんな味でしょうか。思っていた以上に酸っぱいです。この間の八朔の味は甘い印象が強かったのですが、今回はちゃんと酸っぱいです。リンゴのチップスが甘いので、これは酸っぱさと甘さの交互の食べ方がいいかもしれません。飲み物はカフェインレスのコーヒーにしました。前回寒天餅を食べていた時にあまり説明はしていなかったのですが、ドライフルーツの製造時に出てくるシロップと皮を、皮の端を使っているそうです。エコな感じのところも無印良品らしいですよね。寒天餅の隣にそのドライフルーツの商品も並んでいたので、今回一緒に買うかすごく迷ったんですが、また今度立ち寄った時に買ってみようかなと思います。そしてコメント欄でも寒天餅食べてみますと皆さん言っていただいて、ちょっと紹介してよかったなと嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。さて、ゆっくり休憩もできたので、今からはオーダーいただいている作品たちの制作を進めたいなと思います。先日インスタグラムで信じられないようなことが起こりました。これまで何年も続けてきたけれど、なかなか大きな変化はなくて、ゆっくりゆっくり自分のペースで続けてきた場所でした。そんなある日、海外の方が私の投稿をシェアしてくださったことをきっかけに、信じられない数の方に見ていただけるようになりました。気づけばフォロワーさんもあっという間に3000人を超えていて、数字だけを見るととても大きな出来事のように感じますが、それよりもこんな風に誰かの目に留まって誰かの手で広がっていくんだということに驚きの気持ちもありました。もちろんここまで続けられてこれたのは最初から見てくださっている方やいいねやコメントをしてくださる皆さんがいてくれたからこそです。その積み重ねがあったからこそ今回の出来事にもつながったんだなと思っています。ずっとどこかで憧れていた景色だったので、素直にとっても嬉しかったです。それと同時に今回のことで少し考えたこともありました。
日本ではとある記事で見たんですが、どちらかというとネガティブな意味で拡散されてしまったり、少し強い言葉が目につくこともあるんですが、海外の方の反応はいいなと思った時にとても自然に軽やかにシェアをしてくださったりフォローをしてくれている印象があって、そのフットワークの軽さがとても素敵だなと感じたんです。いいなと思ったものをそのままいいと伝えたり、シンプルな行動が誰かの世界を少し広げることもあるんだなと思いました。ただ自分自身のことを振り返って私はどうだったかなと思うと、気持ちでは素敵だなって感激しても、私がコメントを残してもいいのかな、シェアをしても大丈夫かなというその気持ちの方が強くなって遠慮してしまうことの方が多くありました。ほんの一言でも誰かの力になるかもしれないのに、その一歩が意外と難しかったりします。今回の出来事をきっかけにもう少しだけ自分のいいなという気持ちに素直になっていいかもしれないなと思いました。そしていつも皆さんがコメントをくださることが私にとっては本当にすごいなと思うことなので、本当にありがとうございます。そんなハプニングがあったりいろいろ考える機会があった1週間でしたが、次回も、カゴ刺繍とお花刺繍をお届けできたらなと思っていますので、どんな刺繍ができるのかぜひまた動画をクリックしていただけたら嬉しいです。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。ぜひじゃんけんもしていってください。最初はグー、じゃんけんポン。今週もちょこっといいことありますように。